はい、どうもこんにちは。ということでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。ブリっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ということで、本日の食材がこちら。養殖のブリ。っていうことでね。ブリというか、ハマチに近いサイズかな。ブリって売られてましたから、ブリと紹介しましたけども。で、この時期の養殖のブリは、脂がさっぱりしてて、とっても美味しいんですよ。でですね、今日は本命はこちらのブリではなくて、サムネイルにもありましたよね。この包丁。新しく包丁買ったんですよ。かすみっていう包丁。別に企業案件でも何でもないんですけども、個人的にこう見ててすげえかっこいいなと思って。何がいいかと言いますと、この色。青いんですよね。刃が。それにね、こう握った感じ、すごくしっくりくる。スパスパでさばけそう。で、こう触った感じ、切れ味も抜群なので、今日はこちらの青い包丁を使って、ブリのお刺身を作っていきたいなと思います。ではまずこちら、ブリの鱗を取っていきます。それ養殖のブリっていうのは、鱗がすごく細かいんですよ。なので、すき引きをしなくても、僕はいいのかなと。もちろん人それぞれですけど、僕は養殖のブリはこういう風に鱗かきで軽く鱗を取るぐらいでいつもやってます。天然のブリはね、ちょっと鱗大きいんで、すき引きをした方がいいかなと思います。で、よく質問であるんですけど、なんで皮引くのにわざわざ鱗を取るのっていう質問があるんですよ。それはね、皮引いた時に身に鱗が少しでもつきにくくするためですね。丁寧な仕事を心がけてるっていう感じですかね。で、養殖のブリってね、天然のブリに比べて骨が柔らかいんですよ。なので非常におろしやすいです。ブリを最初にさばく方はね、養殖のブリからさばいた方がさばきやすいかもしれないですね。養殖のブリは味がすごくね、安定してますので、一年中美味しいですね。今の養殖技術も素晴らしいので、全てが全て天然だから美味しいっていうのはもう大間違いですね。はい、そしたらこのように鱗が綺麗に取れました。そしたらいよいよこちらの包丁でさばいていきたいと思います。まずはこのヒレを落としていきます。うわ、めちゃくちゃ切れる。怖っ。いくよ。ほら。はい、そうしましたら、こちら、カマの付け根を落とします。そうしたら、上に向けて、頭をぐっと、こうします。で、このエラのラインに沿って包丁を入れていきます。こういう感じですね。そしたら、ここが外れましたので、背骨があります。背骨の関節にうまいこと包丁を入れて、頭を落としていきます。いきますよ。一瞬で落ちましたね。すごいな。そしたら、次は頭の処理です。エラの付け根、ここを、まず外します。はい、こんな感じですね。そうしたら、ここにも付け根がありますんで、ここも外して、ぐっと上に持ち上げます。そうすると綺麗に取れますんでね。で、頭は白い部分、ここはね、身がついてないので、これ落とします。で、こっち側からも入れて、これはね、身がないので。で、ここはね、煮付けにしたりするとすごい美味しいので、取っておきます。頭を落としたり、あんなにエラを落としたりしても、一切の刃こぼれなし。すごい。そうしましたら、お腹を出していきます。卵でしたね。はい、こんな感じですね。そしたら血合いを取っていきます。ちょこっと傷をつけて、で、これ鱗かきとかでね、ガリ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 って、こう取っていきます。はい、綺麗に血合いが取れました。そうしたら3枚におろしていきます。ではノーカットでいきます。うわ、おろしやすいな。よいしょ。でもやっぱデバと違うんで、形状がいつもとは勝手が違いますね。切れ味は素晴らしいですね。はい、このように3枚におろせました。そしたらこっち側はね、ご近所さんにあげて、こっち側をお刺身にしていきます。まずはカマを外していきます。これがカマですね。塩焼きとか煮付けにするとめちゃくちゃ美味しいところ。そしたら次は腹骨を落としていきます。できるだけ薄くね、こういうような感じで落としていきます。
でこの先端の膜もしっかりとこう取っていきます。うわ、やりやすい。すごくやりやすかった今ので。血合い骨を落としていきます。スッと切れるね、皮も。はい、こういう感じ。そうしたら皮を引いていきます。これは皮引きやすいだろうな。いきます。うわ、すっげえ綺麗に皮引けた。ほら、綺麗に引けましたわ。で、こういうちょっと残ったところは尻尾の方からね、こうつまんで、こんな感じですね。つやっつや。はい、このようにおろし終わりました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。お皿につま。まあ今日は一人分なんでね、一山、二山。ちょっとつまが多いか。こんなもん。で、盛り付ける時なんですけど、つまが見えない風に盛り付けると、より一層綺麗に見えますんで、それを意識して、つまをこうやってこの段階で固めます。で、せっかくなんでね、この脂の乗ったお腹のところ、ここ贅沢にもお刺身にしていきます。ここ。ここはまた食べましょう、後で。で、こういう風にね、ブリもピチッとシートにくるんでおくと、すっごい美味しくなるんで、こういう感じ。で、養殖のブリは脂がすごいので、僕はこういう風にね、切れ込みを入れます。こんな感じ。そしたら切って、まずこちら。ここの上に乗せていきます。いきますよ。だいたいこのぐらいの幅ですね。OK です。いきます。こんなもんですね。そしたら掴んで、よいしょ。で、この時にこういうところにはみ出てるつまをピッと取って、で、大葉を1枚乗せます。で、次はこの下の部分、ここを切っていきます。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はつまと大葉しかなかったんで、ちょっと殺風景な盛り付けですけどね。養殖のブリならではの真っ白な身ですね。脂がバッツバツ。そしたらね、今日はこちらのレモンとお塩の組み合わせ。それと、よいしょ、ポン酢も用意しました。まあ夏なんでね、さっぱり食べたいなと。レモンを絞って、で、塩をパッ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 と振って、こんな感じですね。そしたらブリを持ってレモン塩につけます。おっと、つけすぎた。こんな感じですね。いただきます。うまい。本当にこの食べ方おすすめで、さっぱり食べれるんですよ。お酒に合うって感じですね。で、このポン酢。こっちはね、このご飯に合うんですよね。ポン酢をたっぷりつけて、本当はネギとかあると。ここにネギも一緒に乗せて、ネギとポン酢で食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、ご飯もちょっと用意しましたんで、ご飯の上に乗せて、ご飯と一緒にいただきます。まっ。やっぱりね、さばきたてが美味しいわ。はい、ということで、今日はこちらのブリのお刺身ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、てん、ギロのやつ。
はい、こちら8対2、いや、7対3ですね。いただきます。うめえ。この喉にまとわりついたブリの脂をこのキンキンに冷えた銀色のやつが流し込んでくれる、そういう至福。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は青色の包丁を使ってブリをさばいてお刺身にして食べてみましたけども、ブリは美味しい。で、何よりもやっぱね、新しい包丁はいい。テンションが上がる。そしてね、さばいてて楽しい。あの青い包丁は両刃なんで、それ用の砥石も買わなきゃだけどね、大事に大事に使いたいなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。